なかったですけどね。やっぱ来てますね、茶色が。またこれで海が越えてくれればいいですけどね、栄養満点になってくれれば。いや、真水の目の前で一番あんだ。ちょっと死ぬぐらいですけど、死ぬがおらん。あとは怒りの後、エビですね。ジャスト潮目です今。これはすごい。もう抹茶色ですね。魚生きるかなこれ。本当にすごい。もうどうしようもないんで諦めて真水の方へつけてます。もうこの真水もあっちの島の端まで行くのかもう間違いないんで、もうこれ諦めてこの中やるしかないですね。一応バケツの中にはね踏んでるんですけど、シャコはまあ取らないとして、イードコを沈むでしょうけど、まあバケツの中で持つでしょうね。バケツって樽ですけど、エビが生きるかどうかですね。もうイカとかもね、もうめっちゃ弱いんで。あと3時間したらかわしますんで、潮が。あと3時間辛抱してもらいましょう。これでもここまで来てると3時間して潮が変わったところで残りそうですけどね、真水。寄島もよく降ったんですけど、多分山の方が真備とかその奥とかね、大山の方がよく降ったんでしょうね。ここが潮目です。では海水の方へ抜けていきましょう。まあ抜けていってもすぐ追いついてきますけど、水が。おお、イカ。アリか。すごい。でも死ぬでしょう。残念ながら惜しいな。こんないいもん食べようかな。死んだら食べましょうか。一応樽の中に入れておきますけど。なんで道具飛んだかな。まあ道具が飛んだおかげでめちゃくちゃエビが綺麗ですね。誰がルカちゃんが料理作ったやつです。美味しいですよ。この切ったやつにね刺されたこともあります。自分でいいもん見つけました。これ絶対そうでしょ。いやー嬉しい。やりました。おお、2番連続。しかもさっきよりもでけえ。
然おらんですね。まあチヌゴランからこういう底門が入るのかもしれませんけど、それかあったかくなったから入るのか、どっちにしてもチヌより全然こっちの方が軽くていいですけど、あ、これあったかくなってから出てきたんですよね、これも。もう塩終わって塩立ってるんでちょっと少ないんでしょうね、今日は。いいですね、いい。なんかイイダコもおるしね、イイダコもいい話しちゃえ、もう死んでるんで、もう一気に数減ったんですけど、まだ話してないやつがね残ってますね。なんか童顔とか分けたもいて悪くない、本当に。もうずっと大したことない量が続いてたんですけど、さらにどうか、今日は今んとこいいですね。エビが芝じゃなくてガラだし、今年はねこのミンキで六兵衛って呼んでますけど、春にあんまり見たことないですけど、大体9月だったんですよね、昔は。3月ずっと結構いるんですよね。大沢沖まで逃げてますけど、ここまで来ましたね、ついに水が。潮目でももう潮開始3時間前なんで、もうあんまり進まないと思いますね、こっちには。とりあえず向こうに逃げます、水から。で2時間前になったらもうあっちから行くんで、多分2時間前でも多分大丈夫になると思いますけど、真水これだけきついと真水残るかもしれません。チヌ3つでしたね。小さいですけど。チヌ1、2、3、4、5、6に起こせ1、2。おー、だんだんちょっとさっきのよりさらに大きい。だんだんグレードアップしてくれてる。これは嬉しい。これよく刺さらずに済みましたね。爪がいったんでしょうけど、これでも自分の爪じゃないな、古傷っすね。ここ爪いって、ここにもいって、ここかけて、ここ刺さらずになんとか耐えたんでしょうね。これだいぶ潜ってたんでしょうね。爪が届かないとこぐらいまで潜ってたのが当たったのでしょう。3連続。さっきのこっちの方が見場がいいな。今日順調ですね。あったかいからなのかな。これだけあったかいとちょっとツーリングにも行きたくなりますね、これ。真水がついにここまで来ましたんで、さらに下へ逃げたいと思います。この辺で止まってくれると思うんですけど、逃げろ逃げろ、真水から逃げろ。200メーターぐらい後ろですかね、真水が。
な時間に手長で、これもわからんのですよね。なんか麦芽のようなもんが生えてきてますけど、中から。まあこれもホヤなんですかね。ちょっとこれ取り込んだら一回洗いましょうか。なんもないし、犬が消えましたね。完全に塩変わった。まあでもエビは結構いましたけど、あとは手長がこれもあったかくなってさっきちょっと見えてるんですよね。いいな、こう手長驚きです。ナイス。ちょっとここで一回網洗って、さらに紙の方行ってみたいと思います。よいしょよいしょ。網を洗ってリスタートです。チヌがおるんですけど、落ちるやん。しかもイカおるやん。これはちょっと一回用心を3月になったら見ますね。美味しい出汁が出ます。タツノオトシゴの仲間やったかな。もうそっくりですもんね、顔。ちょっとこれは一旦網を落として、もう一遍走らせましょう。チヌよりイカが欲しい。全然来てねえ。どこへ。チヌは相変わらず途中に引っかかってるんですけど、イカがどこに行ったか全然わからない。見えました。赤毛と多めなんですよね。4つだったかな。しかしイカがどこ行ったか全然わからんですね。チヌはいるんですけど、もうチヌは強いんでこのまま。チヌ入りだしましたね。潮が行き出したらチヌが入り出しました。もうイナコも生きるでしょうし、水塩じゃなくなってますからね。でも水塩じゃなくなってもいつもよりはちょっとクリーム色というか、透明色はいつもほどない。遠くにね、潮が見えてますね。あっちに押されてるんで、川の水が。いました。出てきました。生きてくれてるし。こっちがまたもや。つけましょう皆さん、これに。こっちもこの辺に集まってるんでしょうかね。大物がいました。いるのは真面目パワーか。これ1キロあるん、
ここの丸さが違う。うわ、1キロあるんかな。おるにはおるんすね。色もめちゃくちゃいいし、ちょっとこのオレンジがかったやつがどう見ても美味しそうですよね、真緑より。うわすごい。まあでも1キロはないか。これ見て、すげえ。すげえな。最後この間先輩が毛タ枠へし曲げたところを攻めたらおったんよ。いや、追ってくれたもんじゃん。毛タ枠も曲げずに無事通しまして、これが入ってくれました。1キロある思う？1キロあるんじゃね？1キロはないかもしれないけど900はあるんじゃねえかと思うけど、もういい時だけあるかもな。測ってみましょう。はい。こっちに来てください。よいしょ。ああ、ちょっと足りない。なんぼ？940。な、930か40。40。惜しい。でもすげえな。おるんだな。おりました。多分今季一番でかい。そう、晩ご飯の前菜は、先日撮影したけど、データがなくなっちゃったやつ。あれですか？ここらでは夜泣き貝、通り名は天狗西。皆さん、今日も家族のためにハードワークお疲れ様でした。以前このいただいたギネスビアを飲んでみたんですけど、ドイツのビールって本当匂いが濃くて、これ一体どうやって飲めばと思ってたんですが、コメントいただきまして、シャンギガフにしてみてはどうですかと。ビールのジンジャーエール割りですが、確かにそれなら美味しそうです。発酵ジンジャー1本600円もするジンジャー買ってみました。ジンジャービアとなってますが、ビールではありません。発酵したジンジャーエールです。いただきます。めちゃくちゃうまい。シャンディガフがうまいのか、この組み合わせが良かったのか、この発酵ジンジャーがうまいのか分かりませんけど、とにかくめっちゃんこうまい。これはぜひちょっと皆さんにやっていただきたい。合う。ちょっとやそっとじゃない、美味しいですね。これちゃとちょっと飲んでみて。甘いに美味しいけど、ちゃとでも飲めるかも。あ、美味しいか、これは。美味しいな。この組み合わせが良かったのか。美味しい。じゃあ、もしくはこれがうまいのか。ジンジャー単体がうまいかな、これ発酵ジンジャー。あ、美味しいわ。さすが1本600円するジンジャーエールだけあって、とてつもなく美味しいですね。これ注ぐ順番を変えてみて前菜いってみたいと思います。あ、これは先にビールからいった方がもう圧倒的に美味しいですね。これ天狗西のバターガーリックソテーです。実は天狗西の料理の動画を撮ったんですけど、消えてしまいまして、お叱りをいただきまして、直売所へ行ったらですね、なんと天狗西が本当に売ってまして、誰か撮ったんでしょうね。おそらく三郎の方。もう飛びついて帰ってきました。とにかく本当に珍しい貝なんでですね、なかなか自分で撮ることはもう難しい。それがこちら。こんなに綺麗になりました。今回も前のよりちっちゃいんですけど、前菜には十分な大きさです。何しろとても非常に珍しい貝でしてですね、自分も21年間で2回キャッチしただけです。それではちょっといただいてみます。あ、前回撮った時も食べたんですけど、3年ぐらい4年ぐらい前かな、忘れましたけど YouTube 上げたんですが、硬くてね食べれませんでしたね。ほんと硬かったです。でも今回はちょっと柔らかくなるように調理してくれてます、ゆじぽんママが。ではいただきます。柔らかい。
柔らかいです。味はちょっと塩が足らない。あ、塩入れてないんですか。あ、塩入れてないんか。天狗西自体の食感は前食べた時よりも全然柔らかいですし、味はですね、やっぱ西貝とかの方がやっぱ味があるんで、他の貝の方が美味しいような気がしますね。では塩を振っていただいてみたいと思います。今回のは野田塩。これもね、視聴者さんからいただきました岩手県のお塩だそうです。もう何度か使ってますが、とても出汁味がある美味しいお塩ですね。いただきます。塩の調子は間違ってなかったと思います。この料理には合いますね。あんまり出汁の出る感じの貝じゃないんで、出汁の味のある野田塩が非常にこの料理を引き立ててくれてます。これ出汁が出るような貝だと、すだれ貝とかだと出汁味の多分塩は邪魔になるだけだと思うんですけど、貝もちっちゃかったですし、めちゃめちゃマッチしてます。美味しい。めちゃくちゃ美味しいですね、これ。